しんちゃん、皆様こんばんは。ベトナム在住ゆいやぎです。もうすでにここがちょうど焼いてる。煙が、炭のね、いい匂いがします。到着いたしました。イエイ。本日からですね、ベトナム在住客室乗務員おすすめのレストランということでですね、はい。最近実は現役 CA のお友達に聞く機会があったんですよね。はい、ちょっとね、今日もまた音楽が流れているので、声がどうなるかなと思うんですが、今日からですね、数回にわたってご紹介したいと思います。はい、ということでですね、本日1軒目にやってきましたのはこちら。ホーチミンダンソニャット空港の近くにあります。ということで、空港周辺、ユイヤ病得意空港周辺になるんですが、はい、こちらのお店が、じゃあ、ラムソンということで、ラオゲーっていうのが何っていうことなんですが、ラオゲーというのはですね、こちら、ヤギ肉の専門店になります。空港の近くではね、このヤギ肉の専門店は、暑い。ベトナムで焼肉料理店っていうのはね、結構一般的でポピュラーなものになります。ということでね、皆様ぜひね、ベトナムに来たら食べていただきたい料理だなと思ってこちらご紹介するんですが、本日ですね、今頼んだメニュー、サラッド。11番のションノンマムニーというヤギカルビの高級ヌクマムグリル。テッパハプティア島と呼ばれるヤギのすね肉としそ蒸し。ビールは缶からタワーまでありました。ヤギのカルビの高級ヌクマム焼きということになります。このメニューにね、ちょっと見当たらなくて、ということで、この2種類お肉はメインでオーダーしたのと、このせんべいも、黒ごませんべいですね。こちらもオーダーすることになります。オーダーしました。私は今日はね、写真を見せてオーダーしたんですが、ちょっとバタバタしてしまって動画が撮れなかったんですけど、よかったら私のビデオ見せてオーダーしてみてください。で、こちらね、一件気になったことがあって、口コミで、イングリッシュメニュー、ベトナム語メニューと英語メニューがあるということでですね、なんか、ベトナム語メニューと英語メニューによって、出されたメニューによって、値段が違うというふうに書いてあったんですよね。で、と思って、今調べたんですけど、値段に違いはございませんでした。はい、ということで、書き方がね、ちょっとね、ややこしくって、例えばなんですけど、開いてすぐの1ページ目にですね、こちら、これがね、一つが68ってなってるんですよね。サオタンミェンということで、68K になるんですが、こちらミニマムのオーダーが 300g からということで、これ1個だけはね、オーダーできないみたいなんですよね。なので、値段がね、だいたい 300g になると、この値段が上がって 300g の値段で計算されてます。で、一皿がだいたいハイチャンボンムイエンということでなってたんですが、それがですね、イングリッシュメニューには、英語のメニューにはね、もう簡単に書いてあるので分かりやすく。なので、このようにね、一皿がね、高くなってるんですよね。もう一皿分の値段で書いてあるので。なので、ちょっとね、説明の語弊と言いますか、で、勘違いされる方がいたみたいです。なので、口コミのね、その値段が違うっていうのは、気にしなくていいかと思いました。今日は、このような感じでですね、早速、晩ご飯いただきたいと思います。こちら、ラオゲラムソンさんということで、こちらね、空港の近くのラムソンストリートっていう道があるんですよね。2012年って書いてあるんですけど、ラムソンストリートで2012年から有名な焼肉の料理店ということで、この間のハノイベースのCA の方ですね、が、ホーチミンのレイオーバーとか、ホーチミンのこの空港近くに来た際に、ここに来るというレストランだそうです。ということで教えてもらったんですけど、こちらのね、もともとは調べてみたら、このラムソンストリート、名前の通りね、ラムソンストリートってこの右側にあるんですよね。その道にあった有名な焼肉なんですけど、その道がね、ちょっと狭い道なんですよね。なので、大きくなって、こちらの、コーナーですね、ちょうど隅、この目の前が、ベトナム航空さんのトレーニングセンターになります。はい、ということで、本当にトレーニングセンター見ながら食べるような感じなんですけど、なのでね、エアラインの方もとても多い場所になります。風通りはすごいいいですね。もう筒抜けなので、風はしっかり通って気持ちいいです。暑いのは暑いですけど。で、今日はこちら、ビアサイゴンスペシャルオーダーしましたが、冷えてないですね。
泡やばい。暑い。ではですね、皆様、今日も、今週もお疲れ様でした。ということで、では、乾杯。暑っ。ちょっとぬるい、まだぬるいですね。ちょっと冷たくしときましょう。こちらが、結構ね、大きなせんべいです。このぐらい。これを、カリカリだ。パリッパリの。わー、ココナッツの風味がめちゃくちゃいいですね。いいココナッツの風味です。これだけで美味しいっていう、めっちゃうるさい。本当にね、ココナッツミルクの風味がね、ふわっと広がっていて、これとビールだけでも美味しいです。とってもカリカリサクサクのココナッツミルクの風味なんですが、味はごまの味がしっかり効いてます。カリカリ。こちらね、まだ今待ってるんですけど、このね、今入れてもらった、なんだ、着火剤がすべて燃えるぐらいまで、調理した方がいいかなっていうのがおすすめです。っていうのも、口コミで、多分早く開けちゃったんだろうなと思うんですけど、アンクックだったっていう風にね、まだ調理がしっかりできてなかったっていう風に、コメントもあったので、しっかりと最後までちょっと待ちたいと思います。こちらがソースになりますね。じゃじゃん。こちらが焼肉専門店には必ずあるこのね、秘伝のソースになります。こちらのソースが豆腐を発酵させたソースでございます。こんな感じで。はい、見えましたかね。ちょっとね、このようなクリーミーなソースなんですが、私はね、とっても好きなんですけど、少しね、やはり発酵してあるので、ちょっとね、匂いはあるんですが、個人的にはとっても好きな味で、これにこの唐辛子ですね、チリを少し足します。なんかスチーマーしてるみたいです。これがチリオイルですね。こんな感じで。これをね、まあ混ぜて食べます。このような感じで。これがね、本当に何とも言えないおつの味なんですよね。私このソース大好きで、なんて言うんだろう。本当にコクがあるソースなんですよね。どんなコクかな。ちょっと発酵してあるので酸味もあるんですけど、もう酸味だけじゃなくですね、なんていうんだ、持ってきてくれました。こちら作って持ってきてくれましたね。作っちゃったんですが、こちらですね。これが、プロのソースでございます。多分作り方は同じだと思います。こっちの方がまろやかかも。たくさんソースがね、ふんだんに使ってあるので、豆腐の発酵した味に、豆板醤ですね、混ぜたような感じの味です。というのも、ベトナムのサテっていう、唐辛子ソース、唐辛子オイルが使ってあるので、来てくれました。見に来てくれましたね。美味しそう。はい、ということで、このようにちょっとね、面倒を見に来てくれるみたいです。暑くなってきた。まだ食べてないのにね、汗だくだくなんですが、そこはね、やはりホーチミンのご愛嬌でしょうか。それでもね、今日はね、風があって涼しい日になります。最近はまあ雨はまあちょこちょこ降りますが、はい。まあでも結構晴れの日も多いですね。では、ちょっと料理が来る前に飲んじゃうと。いただきまいりました。ということでそろそろかなと思うんですが、うわ
はい。いい感じに。はい、ということで、こちらが来ました。こちらがですね、ソンノンマンニーという、はい、ヤギのカルビの高級ヌクマム焼きということです。ちょっとね、オーダーしてから焼かれたと思うので、だいたい15分ぐらいかかったかなという感覚です。それではいただきます。もう本当にこのグリルはこのまま食べてですね、こちら野菜がね、ナスとそれからオクラがついてますね。それからベトナムハーブが。これにね、ソースが来ました。こちらのソースですね。レモンと塩コショウかな、これにつけて食べるみたいです。これは。ちょっと塩辛いかもだけど。とってもね、しっかりと、この油のプリプリが、油までしっかり乗ってますね。これをね、このハーブと一緒に、こちらがシソのハーブになります。ベトナムのシソなんですけど、さてお味はいかにですね。このソースにつけて食べます。プルプルのコリコリですね、この油の部分。味は、本当にちょっとね、臭くないんですけど、ほんとジンギスカンのような、ヤギのね、風味があります。もうね、しっかり、これはもうさっき、だいたい、15分ぐらいかな。今これボイルですね、蒸した感じになります。なので、蒸し肉なので、しっかりとね、水分もあって美味しいですね。で、このね、ハーブですね、この、シソが、ベトナムのシソなんですが、日本のシソと似たような味がします。ただね、より、このね、ベトナムのちょっと東南アジアのエキゾチックな風味が強いシソになります。しっかりとお肉の部分も、いますね。赤身の部分。柔らかい。おいしい。今想像以上に柔らかくて美味しいですね。で、このね、ソースがやっぱりね、決め手で、ソースをつけなかったらね、やはり少しね、匂いは、ヤギのね、その匂いというか風味はするんですが、このソースがとってもね、いいアクセントで、これにつけるととってもね、まろやかになって、臭みも、軽減されるような感じです。このソースは決め手かと思いますね。しっかりつけて食べると美味しいです。私はこのシソがとっても大好きです。私、ベトナム在住も長くなりますが、実はですね、ベトナムで外食に行くってなったら、友達とよく行くのが、実はラオイエなんですね。はい。ということで、結構ね、3区のメインの方にあるラオイエに行くことが結構多いんですけど、ここはね、お友達のちょっとね、兼ね合いもあってですが、そちらのね、ラオイエと比べても、こちらのお肉の質がとってもいいです。やはりね、この周辺で人気なだけあるなっていう理由が、お肉が新鮮ですね。美味しい。そしてね、臭みというか風味はあるんですけど、臭みはなくて、で、何よりこのお肉のね、油の部分が本当にコリッコリプルプルで美味しいですね。保証付きと言いますか、ギャランティーですね。これがまたね、味としては本当にビールのおつまみにぴったりすぎて、ビールは必須です。なので夜がおすすめかなと思いますね。で、グリルもいただきたいと思います。はい、高級ヌクマムグリルということで、本当にこのカルビのね、骨付きの部分になります。骨がしっかりとついていて、脂身もあって、本当にラム肉のステーキみたいな感じですが、見た目は。しっかりとね、結構分厚さもありますね。ちょっとこのまま食べてみようかな。ヌクマムの味がついてると思うので。プリプリなんて食べれないわ。プルプル。本当に美味しい。このね、ちょっとライムのソースですね、先ほどの。
べやすいようにね、しっかり切ってあっても、この満足感がすごいな。柔らかい。思ったよりね、ほんと柔らかいですね。身は柔らかくて、脂身がプリプリするような感じで、こちらですね、あとね、すごいしっかりしたナスが入ってるんですよね。ベトナムでね、ナスがね、出てきた時は実はめちゃくちゃ衝撃で、ベトナムってあんまりね、ナス使った料理、私はあんまり食べてなかったので、ナスも使ってるんだっていうことでね、焼肉のレストランに行ったら、結構ね、ナス使ってあります。私は個人的にこの焼肉が好きっていうのもあるかもしれないんですが、日本人の方ね、お好きな方多いんじゃないかなと、個人的には思ってます。というのもこの焼肉ってね、高タンパク、低脂質、それから鉄分とかもね、入ってるみたいで、体にもね、いいですよね。こちらヌクマムの味はそこまで強くないですね。もうちょっとね、ヌクマムの味がバンと効いてるところも多いんですけど、こちらのお肉は新鮮だからなのか、あんまりね、味付けが濃いくないです。これも味付けっていうのはほとんども多分ついてないんですよね。なので、本当に酢のお肉と材料という形で、あとはソースで食べるようなスタイルになります。いやー、これは本当にトップで柔らかくて美味しいカルビですね。ビール止まんないわ、これは。ちょっとね、場所で言うと結構ね、ローカルにはなるので、ローカル向けって書いてある方もいらっしゃいましたが、もし空港近く滞在でね、どこか行く場所困ってる方にはおすすめになります。はい、ただね、量がね、少し、やはり 300g からになるので、まあ、一品頼むことになっちゃうかなとは思いますが、お持ち帰りもね、できますので、せんべいに、このように乗せて食べる方法もあるそうです。このような感じで。よくベトナム料理でもね、ちょっとおしゃれに出てきますよね。一気にココナッツミルクの風味が広がって、ちょっと甘さが足されて、東南アジア感満載になりますね、これと一緒に食べたら。これは必ず追加でオーダーしてみてください。おすすめです。おいしい。オクラもね、しっかり、4つしっかり入っていて、このソースにつけて。しっかりネバネバのね、日本のオクラと同じ味で、ベトナムでもね、このようにオクラ食べれるんだって私はびっくりしたんですが、このベトナムミントですね。結構、一般的なベトナムバジルになります。美味しい。本当にバジルの味。これをまたね、お肉と食べたり。という形で、本当にイメージ的には、ラム肉のような感じですね。日本で言うと、沖縄だったかな、調べたところは、日本で焼肉が食べられるのは沖縄ぐらいですよね。沖縄では食べられるのかなとかで、日本ではそんなに主流じゃないかなと思うんですけど、ベトナムではね、結構どこでもある主流のレストランなので、焼肉専門店ですね。はい、ぜひぜひ気になる方は行ってみてください。一般的なこのチキンとかね、鶏肉とか豚肉に比べるとやはり少しね、値段はします。ハイチャンボンムイエンがワンディッシュなので、だいたい1200円から1500円くらいするんですよね。なので、やはりそんなにね、安いものではないですが、まあ、ベトナムで言うと高級料理になるのかななんですが、結構ね、このようなレストランは、サッカーの応援でみんなでね、好きで使ったり、今日もここに好きになるんですけど、みんなで夜ご飯食べに行って、ビールを飲んでっていうようなレストランになります。はい。なんですがね、私はね、本当に結構ヘビーユーザーで、焼肉レストラン。お友達とね、ダイエットしてるお友達はね、結構焼肉のレストラン選ぶことが多いです。
はい、というような感じでですね、食べていきます。はい、ということでいただいておりますが、あとね、ラオユの思い出すのが、ラオユの料理として、こちらね、結構メインで、こちらとこちら有名なんですけど、その他にお鍋もあります。焼肉のお鍋ですね。もなかなか美味しくて、はい、ベトナムの方はね、結構お好きな方多いですね。ヘララマコ風はね、気持ちいいんですが、やはりね、汗はダクダク出ますね。スタッフの方はね、とても優しい方なんですけど、英語はね、あまり喋れないので、ここだけですね、外で。こんなような感じで出してくれます。はい、ということで、今日のグリルと、それから、お鍋ですね、蒸し焼き、それから、これが1枚、2枚ですね、合計2枚と、お手拭きと、それからビールです。以上でございます。使い手が、はい、こちらまた貼っておきます。では、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、本日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また来週もですね、こちら、客室乗務員、航空会社のベトナム在住航空会社おすすめの、レストランをご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と、それからグッドボタンですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、では次また次回の動画にですね、お会いしましょう。バイバイ。空港周辺なので一人で来られる方もねいらっしゃるかと思うので、ちょっとね量がねやはりちょっと多いかなとも思うんですけど、はい、なんとももしね1個ずつで頼めるのであればよかったんですが、やっぱり 300g からということだったので、まあここだけですね。この周辺もねたくさんいろいろ美味しい場所を紹介してますので、よかったらはい、他の動画もですね、空港周辺動画、はい、見てみてください。ではでは、帰ります。ありましたね。
Bye.